富士フイルム X キャスト旗本です。今回のテーマはついに発表されました富士フイルム XE5、 そのポイントを総まとめしていきましょう。さて皆さん、今カメラ選びで悩んでませんかね。 XE5 は買いなのか、いや予約が始まったX ハーフも気になるし、X100-6 の人気もまだ衰えていない。普段愛用している XE4 もまだまだ使えるし、次の X Pro まで待つべきなのか？そんな声がたくさん聞こえてきそうです。今回の配信はまさにそんな選択肢が多すぎて悩んでいるあなたのための情報整理のエピソードになります。まずは XE5 がどんなカメラなのか、その全体像をしっかりと掴んでいきましょう。本題に入る前に、先日ですか、 YouTube の方で XE5 の話題に触れましたが、そちらの方にねコメントをいただいてました。ありがとうございます。紹介しておきますと、 XT50 のペンタブを切った形でしょうかね。 XE2 のような内蔵ストロボが欲しいところですというコメント。はい、ありがとうございます。確かにね XE2 私も昔使ってましたけれども、ストロボありましたね。すっかり忘れてました。最近はXE4 ずっと使ってて、XE4 にはないんですね。かなりいろんなもの削ぎ落とされたので、なかったのでちょっと忘れてましたけれども、そういえばありましたね。で、今回の XE5 はどうもストロボはなさそうですね。まあ私はね、あんまりストロボをね、使った記憶ありませんね。XE2 の時もね。まあいざという時にね、あると便利な機能ですのでね、欲しいと思う人もいそうですね。はい、そしてもう一つ XE4 は当時9万円台で購入できましたが、今は20万円台になるのでしょうかという価格に関するコメント。価格はね、前回噂話としてね取り上げましたけれども、まだね実際どの価格で出てくるのかわからない。ヨーロッパの価格は公開されてましたっけ？日本でいくらになるのかというのはわからないですが、予想価格としてはやっぱり22万円台、になるのかなという感じではありますね。高いですよね。これも本当に発表あるまで気になりますね。まあこのあたりも今後のエピソードでね、触れていけたらなと思っています。はい、そもそもね XE4 を知らない方のためにこのカメラがどんな存在だったかを簡単に紹介しておきますと、 XE4 とにかくね小さくて軽くておしゃれなカメラ、レンジファインダーというねクラシックなカメラのスタイルで、ボディの余計なものを極限まで削ぎ落としてしまいましたね。サイズが大きなポケットであれば入ってしまうぐらい、コートとかねそういう大きめのポケットなら入れて持ち歩ける、まあレンズ次第ですけどね、まあそんなコンパクトで日常のスナップ撮影で本当に大人気でした。まさにミニマリズムの達人というね、呼びたくなるような清い一台ではありましたね。まあそんな大人気だった XE4 の後継機 XE5 一体どう進化したのか。まあ噂通りということではありましたけれども、もう一度ね、特に大きな変化3大ニュースとしてねお届けしていきたいと思います。まず一つ目ね、
待望のボディ内手ブレ補正。これはかなり大きなニュースだったかなと思います。噂では囁かれてましたけれども、本当にこの小さな XE5 にどうやったら入るのかなというね、不安というかね、疑問は最後まで残ってましたけれども、やっぱり搭載されましたね。すごい。今までね、手ブレ補正機能がない暗いレンズ。結構富士フイルムにはいいレンズ、単焦点レンズがね、たくさんありますけれども、そういうレンズだと夜の撮影ね、三脚がないと厳しかったりすることはありましたけれども、それが XE5 なら手持ちでもブレずに撮れるようになるはずですね。撮影の可能性がぐっと広がります。続いて2つ目、頭脳と心臓部が最新に。センサーとプロセッサーですね。つまりカメラの画質と頭脳を決める一番大事な部分が XT5 や X106 と同じ最新の第5世代になりました。画素数が XE4 の約2610万画素から一気に4020万画素にアップします。より高精細な写真が撮れるのはもちろんなんですけれども、オートフォーカス、つまりピント合わせですね。これが AI 搭載でめちゃめちゃ賢くなります。動物、鳥、車、電車などをカメラが自動で見つけてくれますね。これはどういうふうに使いこなせるのか、まだ使ってみないとわからないですが、楽しみですね。そして3つ目のニュース。高機能と引き換えにサイズと重さの変化。良いことばかりではなくて、これだけね、機能が入ったということで、XE4 の魅力だったコンパクト。これには変化がありました。重さで約 81g、厚みで約 6.4mm ですかね。増えてます。このあたりがどう影響してくるのかね。私もね、このだいぶ前ですけれども XE5 の、噂がささやかれ始める頃にですね、アイビス乗っかったらいいなという話をしてたんですけれども、多少重さと大きさ、多少変わっても増えてもいいかなというお話はしてまして、それがその通りになったという感じですけれども、実際にもうすでにどっか置いてるところもあるみたいでね、触った感想、持ってみた感想、見てみた感想もね、ちらほらとありますけれども、これをばっかりは触ってみないとわからないので、機会があれば見に行きたいなと思っています。ここからはリスナーさんからの質問コーナーです。今回は XE5 の発表に寄せてこんな質問です。XE5 はこれからカメラを始めたい初心者にもおすすめできますかという質問ですが、結論から言いますと、予算が許せば最高の選択肢の一つになるんじゃないかなと思います。理由は最新の賢いオートフォーカスがピント合わせの難しさをカバーしてくれるから。初心者の人でもね、撮りたいものにカメラを向けるだけで綺麗な写真が撮りやすいはずなのでおすすめかなと。性能がね高いので、その初心者抜けて腕が上がってきても長く使える一台になるんじゃないかなというのもあります。ただね、価格がかなり高いので、あと XE4 よりね大きくなってるので、
その辺をどう考えるかですよね。もしね、もっと気軽に始めたいのであれば、同じ富士フイルムの XM5 とか XT50 ですか。こういった選択肢も魅力的なんじゃないかなと。このあたりはまた別の機会にお話しできればと思います。というわけで、今回は富士フイルム XE5 のね、速報から総まとめということでやってきましたが、噂通りだったんで、あまり話の内容的にも変わり映えはなかった気はしますけれども、次回は、結局 XE4 から買い替えるべきなのというところを、メリットデメリットを掘り下げてみようかなと思っています。そうそう、先ほどのコメントの続きでね、XE5 が現実味を帯びるとプロ機種、プロ後継機ですかの期待も高まるというコメントもありまして、確かにね、もう次は出るだろうと、ね、来年ぐらいですかね、プロシリーズ、プロの後継機期待しますよね。私はXE シリーズをずっと使ってきてますし、これからも XE シリーズを使っていくのかなと思ってますので、プロが出ても、その使うイメージは持たないんですけれども、やっぱり富士フイルムといえば、富士フイルム X シリーズといえばやっぱりプロシリーズだなと思っているので、どういうプロ X プロが登場するのかというのは気になりますね。期待してしまいます。特に XE シリーズがかなり進化しましたのでね、これがプロシリーズになってどういう風にグレードアップされるのか、とても気になりますね。XE シリーズだと抜けているというか足りていない要素といえば防塵網的ですかね。どんなものが登場してくるのか。その前にまずは XE5 ですね。楽しみたいと思います。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。X シリーズを使っていて困ったこと、番組で取り上げてほしい話題などお便りフォームからお気軽にお寄せください。また X 旧 Twitter でハッシュタグ FJXCast をつけて番組の感想やあなたの写真について投稿してください。このポッドキャストが面白いと思っていただけたらぜひ番組のフォローをお願いします。YouTube チャンネルもやっていますので、そちらのチャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。富士フイルム X キャスト旗本でした。それではまた。